アシュモンスターにも色々いるが、中には登場作品が極端に少ないアシュもいるんだ。今回はそんな、影が薄くなってしまったモンスターを紹介していくぜ。すごい色。どうしたレイム？ああ、フルフルアシュの画像を見てたのか、見事な赤色だよな。他のモンスターのアシュも見てみたけど、色が全然違ってて、すごい存在感よね。ただ、中には登場作品が極端に少ないせいで、影が薄くなってしまったアシュもいたんだぜ。そんなアシュモンスターがいるのね。どんなのがいたのかしら。じゃあ今回は、数あるアシュモンスターの中から、登場作品の少ない影の薄いアシュを10種ほど紹介していくぜ。聞きたいわ。最初に言っておくが、ワールド以降に登場したアシュは、どうしても登場作品が限られるから除外してあるぜ。それもそうね、わかったわ。最初に紹介するのは将軍ギザミアシュだ。通常種は青色が貴重だが、アシュは赤っぽい色をしている。この色の変化は植生の違いによるものなんだぜ。サバを食べて青くなったザリガニ、みたいなものかしら。まあ間違いではないな。将軍ギザミアシュが登場したのは、メインシリーズ外伝作品を含めてもポータブル 2G のみだぜ。正真正銘の一度きりなのね。なんか、将軍ギザミでこの色だと茹で上がったように見えるわね。ちょっと美味しそうだよな。だが、背負っている宿も特徴的だ。通常種はグラビモスの頭骨や謎の頭骨、巻貝などを宿にしているが、アシュはグラビモスアシュの頭骨のみを宿にする。こだわりでもあるのかしら。つけ心地がいいのかもしれないな。将軍ギザミは、宿の口から水ブレスを発射するんだが、アシュはブレスのバリエーションが増えているぜ。もちろん、ブレス以外の戦闘能力も通常種より高い。インパクトありそうなのに、これ以降は登場しなかったのね。4G では大名ザザミがアシュ含めて復活していたんだが、将軍ギザミは登場しなかった。代わりに、将軍ギザミアシュの爪素材だけが、素材交換に登場していたぜ。爪だけ登場するってのも悲しい話ね。ただ、将軍ギザミ自体はクロスシリーズにも登場し、二つ名持ち個体まで追加されたぜ。アシュは復活しなかったけどな。それは残念ね。次に紹介するのは、ドドブランゴアシュだぜ。通常種の色は真っ白だったが、アシュは茶色で、顔つきもかなり違うぜ。こちらも今のところ、登場作品はポータブル 2G のみだ。ドドブランゴって、雪山にいたラージャンみたいなモンスターよね。そうだぜ。古文のブランゴを引き連れて、ハンターに対しても集団で襲ってくるモンスターだ。アシュは古文を持たず、一匹だけで砂漠に生息しているんだ。雪山と砂漠、真逆の環境に住んでるなんて珍しいわね。もはや別種レベルの変化だぜ。古文もいないみたいだし、楽に戦えるんじゃない？楽ではなかった、というか、普通に古文込みの通常種より厄介だぜ。砂を吐くブレスは食らえば確定で気絶するし、ジャンプして岩を投げつけてきたりと、通常種よりも強力な攻撃が目立つ。しかも、ドドブランゴアシュの狩猟クエストは、G 級にしか存在しないからな。ボス感がすごいわね。それならもっと存在感あってもいい気がするけど、ポータブル 2G での存在感はすごかったが、以降は全く登場していないからな。クロスシリーズでは通常種のみの復活だったし、将軍ギザミアシュと違って、素材交換にも登場していない。完全に幻のアシュになってしまったのね。次に紹介するのは、ラギアクルスアシュだぜ。白い広角と青い配電角が神秘的で美しい、メインシリーズではトライ G のみの登場だ。綺麗な見た目ね。通常種とはどんな部分が違うのかしら。活動場所がかなり異なっていてな。通常種のラギアクルスが水中メインの活動だったのに対し、アシュは地上メインで活動している、戦闘の場も地上になることが多いぜ。ラギアクルスって水中戦が得意なモンスターよね。だったら通常種よりも弱い印象があるんだけど、そんなことはなかったぜ。全体的に攻撃の性能が上がっていて、陸上だからと舐めてかかるとひどい目に遭うぜ。モーションが速くなったり、タックルにホーミング性能がついたりと、地上戦に特化した強化が施されていたんだ。通常種が水中特化で、アシュは地上特化だったのね。頻度こそ少ないが、アシュは水中戦でも通常種より強力だぜ。このことから、ラギアクルスアシュは爽快の覇者とも呼ばれた。欠点がまるでないじゃない。ラギアクルスアシュは、かつてハンターだった。モガの村の村長を引退に追い込んだモンスターだからな。実際、ラギアクルスアシュは村上位のラスボスで、かなり存在感のあるモンスターだった。なのに、それ以降は登場していないのね。メインシリーズこそトライ G だけの登場だが、ストーリーズでもラギアクルスアシュは活躍しているぜ。メインシリーズにも出てほしいって人、多そうね。
お次に紹介するのは、ドボルベルクアシュだぜ。ドボルベルクは苔で緑色っぽく見えるモンスターだが、アシュは赤茶色っぽいな。なんか、秋って感じの色で風流ね。季節によって色が変わるのかしら？おいおい、葉っぱじゃないんだぞ。実際にアシュが生息しているのは砂漠などの乾燥地帯だぜ。体色の違いは生えている苔の色の違いだな。よく見ると、尻尾の形も違くない？いいところに気がついたな。通常種の尻尾は方眼のような形をしていて、尾椎竜とも呼ばれている。アシュは斧状の尻尾をしていて、尾不竜と呼ばれるぜ。斧？当たったら痛そうだわ。通常種と同じく、斧状の尻尾を活用して攻撃してくるぜ。当たったら痛いじゃ済まないだろうな。前言撤回。全然風流じゃないわ。次に紹介するのは、アルセルタスアシュだ。4G のみに登場したモンスターで、かなり特徴的というか、風変わりなアシュだ。何が変わっているの？アルセルタスの通常種と比較してもらうと、一目瞭然だぜ。あ、通常種と角の形が違うわね。アシュの方はクワガタっぽい。ドボルベルクアシュも尻尾の形が違ったが、ここまで形状が違うアシュも珍しいぜ。体色は砂に近い色になっていて、砂漠での生存に適応している。通常種は緑の中、アシュは砂に紛れられるようになっているのね。そして、アルセルタスを語る上で外せないのは、相棒のゲネルセルタスだ。4シリーズに登場したこの2種は、タッグを組む珍しいモンスターなんだぜ。アルセルタスとゲネルセルタスは、オスとメスの関係なんだ。随分とかけ離れた見た目の夫婦ね。アルセルタスがゲネルセルタスの上に乗っかることで合体するんだが、こうなるとゲネルセルタスが目に見えて強力になるぜ。アルセルタスが持ち上げて宙を移動したりする。共同作用ね。じゃあ、アルセルタスアシュの妻として、ゲネルセルタスにもアシュがいるの？ああ、体色までセットになっている。通常種で見せた合体も積極的に行うが、ゲネルセルタスアシュは特に夫の扱いがひどい。扱い？ブレスに乗せてアルセルタスアシュを発射するんだ。着弾したアルセルタスアシュは爆散してしまう。まさかの使い捨て？さらに、斧ハサミを地中にねじ込み、新しいアルセルタスアシュを引っ張り出して、再び使うんだ。かわいそうになってきたわ。そんなアルセルタスアシュだが、4G のみの登場となっているぜ。妻のゲネルセルタスアシュは、外伝のストーリーズ2にも登場しているんだがな。妻からの仕打ちに耐えられなくて逃げちゃったのかしら？次のアシュは、ザボアザギルアシュだぜ。4G にしか登場していない。アルセルタスアシュと同じね。通常種は氷海などの寒冷地に生息しているが、アシュの生息地は砂漠となっている。通常種が寒い場所に住んでて、アシュは砂漠に住んでるあたり。ドドブランゴアシュと同じ変化をしてるのね。砂漠に近い色をしているのも似ているわ。ザボアザギルアシュは大量に砂がくっついて、こういう色になっているんだ。トラっぽい模様だから、トラザメとも呼ばれるぜ。確かにトラっぽく見えるわね。通常種は風船のように膨れ上がるのが大きな特徴だったが、アシュもこの特徴を引き継いでいるぜ。通常種みたいに氷の鎧をまとうことはできないから、普通の形態と風船状態を繰り返す感じだな。というか、戦っている間は大体膨らんでいる。可愛らしい。でも、きっと強いのよね。通常種よりも強力ではあるな。膨らんでいる状態の攻撃が通常種より強力かつ多彩になっている。あまりに通常種と違うから、初戦闘で映ったハンターも多いだろうな。膨らんでいるところを遠くで鑑賞するだけで満足だわ。次は、鉄カブラアシュだ。こいつも 4G だけにしか登場しないアシュで、体色は緑だぜ。鉄カブラって五穀さんが乗っているあれよね。あれは通常種かつ病態だけどな。でも、緑色になってカエルっぽくなってるわね。まあ、そんな可愛い変化だけならいいんだがな。鉄カブラは強靭な牙を利用して、岩を掘り出して攻撃や防御に利用するんだが、アシュは爆発する岩を使うんだ。掘り出した岩を噛み砕いて爆破し、ハンターを攻撃するぜ。ダイナミックな攻撃をするわね。爆発の熱にさらされた顔は、一時的に赤鬼のような形相になる。鬼ガエルの名にふさわしい顔つきだぜ。でも、爆発なんかさせて大丈夫なの？丈夫な広角を持っているから大丈夫。と言いたいところだが、爆発で勝手にひるむことも割とあったな。やっぱり痛いことに変わりはないらしい。そりゃ、加えたものを爆発させたらそうなるわよね。ドジっぽくて可愛いし、復活してくれないかしら。ライズに妖体がいるから可能性はゼロではないが、どうだろうな。期待してるわ。次は、バサルモスアシュだぜ。こいつも登場作品が少なく、メインシリーズでの登場は4シリーズだけだぜ。通常のクエストには登場せず、探索やイベントクエスト、ギルドクエストにしか登場しないんだ。人によっては、4をやってても見たことがないかもしれないな。
いろんな意味で影が薄くなってしまったのね。見た目は目立つんだけどな。バサルモスアシュは体色自体は通常種と大差ないが、特徴的なのは大量の鉱石だ。アシュは樹海に生息していて、摂取した鉱物の成分が反映されているぜ。綺麗ね。戦闘時にはこの鉱物をばらまいてきたりする。鉱物が運よく地面に突き刺さると、そこから採掘ができたりしたな。ちなみに、あの第三王女の母親と思われる、知的な雰囲気の王妃が、バサルモスアシュのクエスト、東岸流からの贈り物を依頼してくるぜ。バサルモスアシュを送るから、買って鉱石を収穫してね。っていうクエストだ。バサルモスアシュの鉱石は高級品なのかしら。普通の鉱石よりは高価だろうな。登場シリーズも少なさは、限られた地域にしかいないことや、その希少性のためなのかも。ちなみに、ストーリーズに登場する際は大量に苔まで生えていて、生息地ならではの特徴が強調されている。ますます神秘的な見た目になっているわね。グラビモスにまで育ったらどうなるのかが気になるわ。お次に紹介するのはネルスキュラー種だ。ネルスキュラー種もメインシリーズでは、4G にしか登場しない。見事なまで肉もね。ヤツカダキもそうだけど、実際に見たら気絶しちゃうかも。通常種は原生林や沼地、地底洞窟など、幅広い地域に生息しているが、アシュの生息地は主に砂漠だぜ。地中に潜り、足元から猛毒攻撃を仕掛けてくる危険なモンスターだった。砂漠に住んでいるのに妙に白っぽいのが不思議ね。もっと砂に擬態できるような色の方が良くない？この白いのはフルフルの皮なんだぜ。フルフルを倒したってこと？ネルスキュラー種自身には、砂漠の環境に頼る能力がないんだ。幼体の頃に洞窟に移動して育ち、成長の過程でフルフルを飼って皮を利用するんだ。ネルスキュラー種は、フルフルの皮をまとうことで初めて砂漠で生きていけるようになるんだぜ。変わった生態をしているのね。成長過程でフルフルを狩れるだけあって、その強さは折り紙付きだ。いつかメインシリーズでも復活するといいな。ヤツカダキだけでお腹いっぱいだわ。最後に紹介するのは、キリンアシュだ。メインシリーズでは、4シリーズのみに登場するアシュだぜ。通常種もかなり珍しく、幻獣とまで呼ばれているが、アシュはその中でもさらに貴重だ。幻の中の幻ってことかしら。あれ？キリンって固有種よね？いいところに目をつけたな。アシュが存在する固有は、女王が大概ではキリンだけなんだぜ。そうなんだ。でも、どこかの情報でミラバルカンがミラボレアスのアシュって聞いた気がするけど、それは例外なの？登場した初期の頃はアシュと分類されてたな。現在ではミラバルカンはミラボレアスの特殊個体という括りになっているぜ。なるほどね、納得したわ。で、キリンとキリンアシュにはどんな違いがあるの？まずは体色だが、通常種に比べて黒っぽい色をしている。だが、最大の違いは能力にあるぜ。雷を操るんじゃないの？キリンアシュは霊気を操るんだ。キリンアシュの周囲には常に霊気が漂っていて、通常種とは違った神々しさを放っている。涼しそうね。涼しいどころじゃないぜ。戦闘中はこの霊気を自在に操り、地面に氷のトゲを発生させる。このトゲは攻撃後もしばらくは残り、ハンターの逃げ場を塞いでいくぜ。さらに、絶対零度空間という技を使い、周囲を氷漬けにしてしまう。一度見てみたいかも。4シリーズ以外では、ストーリーズにはオトモンとして登場しているぜ。メインシリーズで再登場してほしいとも思うが、実現するかどうかはわからないな。なるほどね。ストーリーズやってみようかしら。一度しか登場していない影の薄いアシュの紹介は以上だぜ。こんなにたくさんのアシュがいたなんて知らなかったわ。アシュ自体はもっとたくさんいるんだぜ。今回紹介したのは、登場作品が極端に少ないアシュだけだからな。にしても、4G だけのアシュが多かったわね。次のクロスシリーズで、アシュが一斉にリストラされたことが大きいぜ。その後はワールドシリーズに移行し、従来のモンスターの多くがいなくなったからな。ライズにもアシュは登場してないもんね。次回作のサンブレイクでは、復活するかもしれないな。情報が待ち遠しいわ。懐かしのアシュが紹介されていたら高評価を。モンスターを振り返る動画も投稿していくから、チャンネル登録よろしくね。思い入れのあるアシュモンスターがいたら、ぜひコメントしていってくれよな。ご視聴、ありがとうございました。モンハンは、シリーズごとに新しい挑戦と改善を繰り返してきた。現在の最新作、モンハンライズは、試行錯誤の末に生まれた名作だと私は思うんだ。かけり虫を使った移動、攻撃アクション、ガルクによる利便性の向上、回復の仕様の改善などなど、発売からしばらく経ったが、未だにハンターたちを熱中させるモンハンライズの魅力に迫っていく。次回、モンハンライズが神ゲーな理由8選。ゆっくり見ていってね。